こんにちは。すぐ使えるスポーツコーチングテクニックのお時間です。加藤です。よろしくお願いします。はい、今日もやっていきましょう。今日のテーマはこちら。最高のコーチは教えない4つのステージということで、初の試みです。本を解説していきます。こちらです。最高のコーチは教えない。吉井正人さんですね。プロ野球メジャーリーグでも活躍した吉井投手が、日ハムとソフトバンクのコーチの経験を生かして書かれた本です。面白いです。で、本来ならね、中田なっちゃんみたいにこの本一冊丸ごとバーって解説していけばいいんですが、なんかそういうのがね、やっぱ苦手なもんで、僕すいませんね。全体的な分のこれぐらい。だいたい30ページぐらいのものをわざわざこんなダーンと解説していきます。しかも2回に分けてやりますので、その一番気になったのがこの4つのステージというものを解説していきます。で、僕の解釈もめちゃくちゃ入るんで、そこら辺は先にご了承ください。よろしくお願いします。ということで、コーチングっていうのは2つに分かれると書いてます。指導行動と育成行動。みんな知ってますこの言葉。僕は知らなかったですね。解説していきます。指導行動っていうのは体、育成行動っていうのは心。これまだピンとこないかな。こちらです。指導行動っていうのはスキルですね。例えばこういう風に投げましょうとか、こういう筋トレをしましょうとか、そういったものです。で、本の中ではそういうことしか書いてないんですけど、僕の解釈ではスキルの中に例えばルールを覚えるとかサインプレーを覚えるとか、そういう知識も僕はここに入るんじゃないかなと思ってます。では育成行動の方、こっちの方が多分皆さん聞きなじみがないんじゃないかなと思います。本にはこう書いてます。読みます。育成行動とは技術ではなく心理的あるいは社会的な面において個人の成長を促す行動だ。わかりましたちょっと分かりにくいかもしれないですね。こっちこういう風に書いてます。モチベーション。分かりやすい。なんとなく多分イメージができたと思います。で、僕の解釈を入れるとこういう言葉にもなります。向上心。これはあくまでも僕の解釈ですね。といった感じで、指導行動と育成行動を選手によってバランスを変えていこうという話です。それを大きく4つに分けます。それがこちら、PM 理論モデルという名前だそうです。名前は覚えなくて大丈夫です。で、ステージ1、2、3、4とこの4つに分かれてますね。で、指導行動っていうのはこっちの方が強くなって、育成行動っていうのは上に行くほど強くなる。ステージ1に関してはもうほぼ指導行動ですよと。ステージ2に関しては育成行動と指導行動が半分半分ぐらい。で、ステージ3まで行くと育成行動が多くなって、ステージ4に関してはもうほっとく。もうほぼほっとくっていう、どっちもしないぐらいの、いわゆるプロフェッショナルなとこまで行くとこういうとこまで行きます。といった感じでこの4つのステージをちょっと順番に話していきます。まずはステージ1。一番大事なステージ1の話をしていきます。はい、それではステージ1の話をしていきたいと思います。ステージ1って誰が入るのと思いますよね。こちらです。初心者。これ当然です。そのスポーツを始めた最初の人は当然ステージ1から始まります。ただ、こういう人も入るんですね。甲子園で活躍したドラフト1位。全国大会ですね。甲子園全国大会でものすごい活躍した選手もプロ野球に入るとステージ1になる。高校の時はこういうステージ3とか4だったとしても、次のカテゴリーに入るとステージ1になります。ざっくり言うと1年目ってことですね。こういう人がステージ1に該当しますよという話です。だからそれぞれの小中高大とかそういうカテゴリーの最初ですね、繰り上がった最初は大体がステージ1から始まります。じゃあステージ1、皆さんね、初心者とかこういった感じの1年目の選手って何をするか。皆さん多分分かってると思いますね。こちら。とにかく基礎基本です。もう当然です。これを徹底的にやるっていうのは皆さんよく知ってると思います。で、この中では例えばこういうものがあるんじゃないかなという、あくまでも僕の提案ですけど、スキルってですね、さっき言ったのはどうやって投げるとか、どういうふうにやるっていう、単純にどうやって体を動かすかというスキル、そして持久力、スタミナ、で筋力、ね、そしてさっき言ったようにルールとかサインプレーを覚える知識、この他にもたくさんあると思うんですけど、例えばこういうものをどんどん身につけていこうという話なんですね。ただここから僕の解釈がめちゃくちゃ入ってくるんで、
ちょっと気をつけてくださいね。僕はこのステージ1、このステージ4つですね、そのステージ4つをちょっと形を変えて解釈しました。こういう図ではなくて、僕はこういう図なんじゃないかなと思ってます。こう見てください。ステージ1、2、3、4って書いてますね。で、ステージ1だけが地面です。2、3、4が階段になってます。で、1年目の選手っていうのは、この階段はまだない、この状態です。入部したての選手っていうのは、階段もないただのこの地面だけ。ね。しかも、この地面っていうのが、もうなんていうかな、田んぼみたいな感じでこうぬるぬるの安定してない、ドロドロっていう状態のものだと思ってください。それを砂入れたり、杭入れたり、コンクリートを流し込んで、地面を固める、ステージ1を固めていくというイメージで僕は思いました。で、固まった後に2、3、4の階段をボンって乗っける。で、そこから上がっていくっていうね、こういうイメージで僕は解釈してます。これ完全に僕の解釈ですね。ご了承くださいね。ちゃんとしてください。で、じゃあ、ステージ1、地面を固めるって何をするかと。こっちの表にもう一回戻ります。ステージ1っていうのは、指導行動9に対して育成行動1。これ育成行動1って書いたんですけど、僕はもうほぼゼロだと思ってください。わかります？指導行動ばっかりやって、育成行動はほぼゼロ。じゃあ育成行動って何だったか。こっち見ましょう。モチベーション向上心をゼロにしようって話。ゼロ。モチベーション向上心もゼロ。それで練習する。大丈夫？思いますよね。解説していきます。もう一度いきます。ステージ1っていうのは地面です。地面を固める。地面ってどこにありますか？足元にありますよね。足元にある地面を固めるためにどこを向かなきゃいけないか。当たり前ですけど、下を向くんですね。下を向いて地面を固めていかなきゃいけない。カチ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 、ドロ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 して、そこカチカチカチです。つまり上を向くなってことです。下を向いてずっとそれを基本をとにかく作っていこうと。これがステージ1です。上を向くな。これが大事なんです。本当に一番大事です。でもね、いや、そんなことは分かってると。で、1年目、初心者の人が基礎基本大事なの。そんなこと、もう全コーチが知ってます、そんなことは。僕も知ってました。ただ、この考え方、この本を読んで、やっぱり大事だと。やっぱり大事なんだなって、ものすっごい強く思いました。本当にものすっごい強く思った。それをなんとか表現したくて、こういう解釈見ながら、このステージ1、今日はね、この動画に関しては、これステージ1の話しかません。ちなみに、2回目の最初もステージ1の話しますんで、もうステージ1の話ばっかりします。4つのステージと言いながら、もうステージ1だけの話をすると言っても過言ではないぐらい、他のことは聞かなくてもいいぐらい、とにかく大事です。しつこく言います。ごめんなさい。はい。でもね、選手って上見たがるじゃないですか。向上心、モチベーションみんなありますよ。ね、基礎基本ばっかりやるの嫌ですよ。上見たい。もっとあれをやりたい。要するに階段登りたいってみんな思いますよね。それをね、コーチがどうやってコントロールするか。どうやってコントロールするかって、これ。ごまかす。ごまかしてください。これが大事なんです。本当に。基礎基本ね、ガチガチガチ、下向いてガチ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 カン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 やります。で、大義な、めんどくせえな、大義でごめんなさいね、広島弁で、めんどくせえなって飽きてきたなと思って、そろそろ階段登りたいなって上向くじゃないですか。で、あれもやりたい、これもやりたいって思うじゃないですか。で、そういう選手に対して、スーッとコーチが言って、こう、頭をこう、よしよしってしながら、こう、下を向かせる。こう、いいなって、ここで、スーッと、よし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 って、また、こう、やっていく。で、やっていく。で、また、そろそろ上行きたいなと思ったらコーチがスーッとこうやってやってでこうガチ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 やっていく、そういうことです。それでももうそれもだんだん分かってきて、選手たちもわーってやってるっつってこうやってなんつってでもう最終的にはもうっつってもういいじゃん、もう十分固まっとるじゃん、もう上行かしてよって絶対思いますよ。そしたら今度はコーチがよし分かった分かった、よし分かった分かった、じゃあさ今ずっとねこっちからずっと固めとったけどちょっと景色変えようっつってこっち来てこっち来てこっちからやってこうっつってこっちからやらすとか、でもじゃあ
分かった、じゃあゲーム形式だろうと、俺と競争して、じゃあここの地面をどっちが早く固めるかゲーム形式にしてみようみたいな感じで、とにかくごまかす、とにかくこの向上心モチベーションを上げないように下を向けっつって練習をする。これが一番大事なんです。何回一番大事って言うかこいつはすいません、もっと言いますよ、多分ここからずっとこの話ばっかりしますんで。ということで、じゃあその時一番大事と言われるステージ1がうまくいったケースとうまくいかないケースを、これを用いて話していきたいと思います。はい、それではステージ1がどれほど大切かというのを具体例を用いて話していきます。ある高校に A 君と B 君という、運動能力も大体同じぐらいの選手が2人入りました。そのスポーツをやるのは初めて。彼2人とも初心者です。そんな彼らにありがたいことにコーチがそれぞれにつきます。このコーチはこの理論を知っているので、当然ステージ1から始めます。ドロドロの状態から固め始めます。2人ともが同じように固め始めました。半年後、2人の気持ちに変化がいきます。同じように変化がいきました。いや、もうちょっと飽きてきた。ステージ1もういいんじゃないですかと。もうそろそろもうだいぶ固まってきたし、階段乗せません？向上心が芽生えてきます。上上がりましょうよ。A 君のコーチはさっき言ったみたいに、そうだねっつって、でも言うても、じゃあちょっと景色変えよう、あっちから行こうとか、ゲーム形式でやるかみたいな感じでごまかして、うまいこと A 君をまた下に向けました。A 君自身もそれも分かってるけど、そうかじゃあやろうっつってやる。続けます。同じ頃 B 君、だいぶもうやだ、基礎基本やるのやだっつって、やめようかなみたいなそんな感じで B 君のコーチに言いました。で B 君のコーチはそれに焦ります。でも固まってないんだよ、まだ固まってないんだけど、なんかもうその向上心が強くなりすぎて、そっか、でもやめられるよりええか、じゃあ分かった階段乗せようと言って、半年後、入部から半年後、 B 君は階段を作ってステージ2に上がりました。この時点で A 君と B 君に差がつきます。 A 君はそれも分かってる。 B 君は上に行って、もうステージ2に行くと向上心持っていいので、どんどんさらに上を目指して、ここでステージ2の上で練習をし始めます。さらに半年後、入部から1年、彼らは2年生になりました。それを機会に A 君のコーチは A 君によく頑張ったと、しっかりステージ1が固まった、よく1年間頑張ってきたので、2年になるこのタイミングで階段を乗っけて、その上に A 君を乗せます。ステージ2、晴れて A 君は1年間ステージ1をしっかり固めた上で階段の上に登ります。さあ、半年前にステージ2に上がった B 君、その後どうなったか、皆さんよく考えてください。地面が固まってない状態で階段という固形物をドーンと置いて、その上にステージ2にポーンと上がって、そこから練習します。いろんな練習します。筋トレもします。いろんなことをします。そうするとどうなりますか？わかります？わかりますよね。地面が固まってない状態で階段を置いて上で練習をすると、当然ですが階段は沈みます。こんな感じ。あら、怖いですね。怖いですね。ちょっと分かってきた？そろそろ。2年生になった時点で A 君と B 君の差は逆転しました。さあ、皆さんが指導者だった場合、この B 君、2年生になったこの B 君ですよ。どうするべきですか？これから B 君はどうするべきか、ちょっと考えましょうか。おそらく2つあるかなと思います。いや、もう仕方ないから
ステージ1に降りてもう一回地面を作り直せばいいんじゃないっつってね、そういう意見って絶対あると思います。ちなみに言うとこれが正解です。むしろこれしか正解はありません。でもね、ステージ1に下がって今までは全然何もない状態で地面を固めてた。でも今この状態ですね。階段ドーンってやって階段ガーンって沈んでる。それを階段を持ち上げながら地面を作るのは相当難しいです。相当難しい。そしてそれよりも過酷な状況になるが、今これステージ1に B 君います。ステージ 1B 君1人じゃないです。誰がいますか？他にステージ1。彼今2年生です。そうですね。新入部員が入ってきます。1年生がこのステージ1にずらりと並んでます。そのステージ1にいる1年生と2年生の B 君を同じ練習させれますか？よくありますよね。入部したて新入部員の方はこっちでちょっと練習して、上級生はこっちでいわゆる本格的な練習をする。この新入生の中に B 君お前は2年生で基礎基本ができてないけどあっちに行きなさいって言って新入部員と2年生を一緒に練習させれます？怖っ。地獄。無理ですよね。それはさすがに難しいと思います。じゃあどうするの？ステージ2年生でステージ2年階段沈みつつあるけど、じゃあどうするの？もう一個の方法。多分こういう意見の人もいるんです。いや別に向上心持ってんだし、もっと上目指せばいいじゃん。この時点では低いかもしれんけど、ステージ3に上がったら A 君よりも高くなるじゃないですか。実際にはステージ3にも上がれないんですけど、仮に無理やり上げたとしても上がるじゃない。上に行くじゃないっつって。ね。さあ皆さん、そんなにうまくいくと思います？だって、このステージ1、固まってないんですよ。ステージ1って自分で固める以外固める方法ないんですよ。時が経って2年3年経ったらこれ自然に固まるってもんじゃないですよね。そうなってくると彼が3に上がろうがここで練習しますよね。それから2年生になって上がってもどんどんこの沈んでいく一方です。ガタガタですよ。地獄でしょ。戻るも地獄、行くも地獄です。でもほとんど戻ることができないんで、ほとんどの選手は上に上がります。僕はこんな選手めちゃくちゃ見てきました。今思えば僕の現役時代、先輩とか後輩にもこんな選手めちゃくちゃいます。皆さんおそらく指導者の方が多い、自分でチームを持たれたりすることが多い。特にその子たちの上級生をよく思い返してみてください。いませんか？こういう選手。上級生なのに基礎基本ができてなくて、なんならこういう選手っていうのは僕が見る限り大体が偉そうです。こういうやつに限って口が達者です。いませんか？皆さんのチームにこういう選手いませんか？じゃあなんでこんな選手になったんですか？もう一回考えてみましょう。なんでこの B 君はこんなことになったのか。思い返す半年前、彼が向上心を持ち始めてうだうだ言った時にコーチが無理やり階段を乗っけてその上に上げましたね。じゃあ B 君が悪かったんですか？向上心を持った B 君が悪いんですか？向上心というのは選手全員持ってます。絶対に上を見たがります。彼のせいではないです。コーチのせいです。100% コーチのせいです。皆さん、さっき思い返した時に自分のチームに B 君みたいな選手がもしいたとしたら、それはあなたもしくはあなたのチームの指導者の責任です。完璧にそうです。そしてもうおそらくその選手多くはもう元には戻れません。ただただ沈んでいくだけ。皆さんはしっかりと謝ってください。そしてもう二度とこの B 君みたいな選手が生まれないようにしっかり今の1年生もしくはステージ1であろうその選手をしっかりステージを作らせてください。
わかります？ごまかしてください。うまいこと。なんつってもごまかしてください。下をうまく下を向かしてください。基礎基本とにかく地面を作らせてください。こんなことを鳴らしちゃダメです。絶対に一番大事なんです。234なんか行ったり来たりするんです。後で説明しますけど、ここなんか行ったり来たりできる。ただ1がちゃんとなってないとこれごと落ちるから。いいですか？すべてコーチの責任です。皆さん B 君みたいな選手を作らないようにしてください。それでは後編に続きます。ありがとうございました。